ポカピカメッセージ。こんにちは。案内人のポカピカ仙人です。こんにちは、仙人。いきなりだけど、地球外生命体っていると思う？いたとしても今は出てきてほしくないな。どうして？もしいるとしたら、その生命体も神様が目的を持って愛を投入して作った生き物のはずだよね。そうね。でも今の私たちは地球上の生き物でさえ神様の目的を理解できていないだろう。生態系を壊したりして愛で収めることができていないよ。そうか。器がないのに UFO だなんだって騒ぐの恥ずかしいわね。そうだね。そうだ。今日は神様の贈り物と人間の責任っていう話をしようかな。人生で大切なことは何だと思いますか？お金を稼ぐこと、知識を学ぶこと、出世することや名声を得ること。神様はお金も知識も出世も名声も関心ありません。では神様は何を一番大切にしているのでしょうか？神様一人ではどうやっても手に入れられないものがあります。それは愛と理想です。一人でどう愛しますか？一人で理想を持って何をしますか？相手がいなければ不可能なのです。ですから必然的に神様には相対としての人間が必要でした。ご自分の息子娘として生み出した人間と愛や夢を分かち合い、理想の世界を一緒に作っていきたい。これが神様が一番大切にしていることなのです。神様はね、創造した男女二人に祝福を与えているんだ。産めよ、増えよ、地に満ちよ。よろずのものを治めよってね。ここに人間にかけた期待が込められていると思わね？きっとそうかも。でも、産めよ増えよなんたらってどういう意味なの？産めよというのは成熟しなさい。つまり成長して人格を完成しなさいってことだね。それは個人のための祝福かな？増えよ、地に満ちよというのは子供を産んで社会を作っていきなさいということだね。家庭や国や世界のための祝福かな？最後によろずのものを治めよ。世界中の万物を治めなさいってことだね。待って、なぜ人間に治めろというの？神様が治めているんじゃないの？そういう疑問はもっともだ。それじゃあ3つ目の祝福から見ていこう。万物は人間よりも先に創造されました。なぜでしょうか？人間を形作る物質要素が必要だったからです。人間の生存を守る環境が必要だったからです。そして人間が愛や秩序を学ぶテキストが必要であったからです。すべての万物は小さいものから大きいものまで、低級なものから高度な生き物まで、より上位のもののために自分を捧げて階層構造を築いています。最高の上位は誰かといえば神様ですが、無形の神様に代わって実体の体をまとった神様として創造したのが人間の男女なのです。だから万物は神様の願いの主人となっていく人間をしたい、自分たちの命を捧げて役に立ちたいと願っているのです。私たちは神様から与えられた能力を全開にして万物を愛で守り治め、
彼らが願う最高レベルの貢献ができるようにしてあげなければなりません。神様が創造された宇宙と完全な共鳴と調和を作り出していくようにと3つ目の祝福を与えたのです。これが人間に与えられた最小の祝福なんだ。神様に代わってこの世界を治めなさいってことでしょ？そう、人間を第二の創造主であれと祝福してるんだ。すごい。でもそんな大きな期待に応えられるのかしら？神様の創造理想、ここにゴールインするために一つ目と二つ目の祝福があるんだ。なるほど。で、二つ目は何？地に満ちなさい。つまり善の家庭、善の子供、善の社会を作りなさいという祝福だよ。人が生まれ育っていくのは家庭です。ですから神様は誠の愛の家庭を作ることを願われました。誠の愛は奪う愛ではなくてために生きる愛です。まず天国を家庭に作りなさい。作れるよと祝福したのです。家庭は多くの役割を担っています。結婚し愛し合うことで男女の違いに感嘆し、互いに尊重し合って夫婦愛を学びます。子供が生まれたらその子のために犠牲もいとわない心が湧きます。父母の愛は神様の誠の愛に一番近いのです。父母は子供のために苦労したり喜んだりしますが、その体験は何のためかといえば、神様の創造の動機から全家庭の心情を体述するためなのです。両親から献身的に愛されて、子供は誠の愛の原型を学びます。やがて兄弟姉妹が生まれれば、親を手本にして兄弟姉妹同士が愛し合うようになります。家庭は子女の愛、兄弟姉妹の愛、夫婦の愛、父母の愛といったために生きる愛を体得する学校なのです。あとは自動的です。家庭で天国を味わった人間が天国の世界を作っていくからです。理想世界を担う人材は家庭で養成されるってことだね。でもさ、どうやって家庭で神様のことを教えるの？そこが大事なんだよ。そのために一つ目の祝福があるんだよ。一つ目ってなんだっけ？成熟しなさいだよ。いつ必要なことなの？特に青春時代さ。この時に一生懸命取り組まないといけない課題があるんだ。創造理想の完成の道を神様と共に歩めるのが人間です。そのための広大なプランを祝福で示しているのです。二つ目の祝福、家庭は神様の誠の愛を自然に体得できるところであるべきです。そのためには何が準備されなければならないでしょうか。神様と愛と理想を共有したいと願っている男性と女性が準備されなければなりません。成長し成熟した人はどのような人でしょうか。その人は神様と親子だということを知っています。神様の夢の中身とその情熱を知っています。その夢の実現のために自分も働きたいと願っています。神様と同じ情熱で燃えています。神様が自分に与えてくれた能力や個性の可能性が無限で、自分しかないユニークなものなので、自分にしかできない貢献の仕方があると
信じています。そしてそれを発掘し、毎日磨いています。いろんな困難は成長のための挑戦であって、挑戦の度ごとに神様はもっと大きな祝福を準備されていると知っています。成長は私個人のためだけではなく、全体のためのものだと知っています。だからその人はとてつもなく神様に感謝しているのです。これは一人一人に起こらなければならない悟りなのです。一人一人がしなければならない鍛錬なのです。神様が期待していること分かったかな？自分が誰で何のために生まれてきたのか悟って生きないといけないのね。そうなんだよ。祝福って神様の贈り物なんだけど、人間の責任が果たせてこそなんだ。人間の責任を果たす。こんな大事なこと初めて聞いたわ。堕落以来、責任にフォーカスしない生活が当たり前になったからね。神様は人間の堕落を防げなかったの？堕落を予想できなかった神様だと思う？できたさ。でも介入できなかったの。もし介入したら、共同創造主になるために与えた自由と責任を侵害することになる。神様はね、私の子は必ず自由意志で自主的に責任を果たしてくれると信じているんだ。私信じられてるんだ。愛されてるんだ。できるんだ。早く知ってよかったね。ベストを尽くそう。頑張る。では次回も大切なメッセージを送るよ。チャンネル登録してね。また会いましょう。じゃあね。さよなら。Hasta luego. See you again.